みんないつもありがとうなのだ。ずんだもんなのだ。さあ、今日ずんだもんがみんなを案内するのは、南半球の楽園、オーストラリアなのだ。実は、みんな知ってた？オーストラリアは昔、鳥のエミューと本気で戦争して負けちゃったことがあるのだ。びっくりするのだ。そして今日のニュースは、全部で5つなのだ。中でも特に注目なのが、1つ目のニュースなのだ。同じ興行で日本人ボクサー2人、脳損傷で死亡、という記事なのだ。みんな、聞いてほしいのだ。東京の後楽園ホールで、ボクシングの同じ興行に出場した28歳の日本人ボクサー2人が、試合中に脳に大きな怪我をして、残念ながら亡くなってしまったのだ。本当に悲しい出来事なのだ。亡くなったのは、小谷進寿、小谷茂俊選手と浦川秀夫、浦川博正選手なのだ。小谷選手は、東洋太平洋ジュニアライト級チャンピオンとの12ラウンド戦を終えて、引き分けになった直後に倒れてしまったのだ。浦川選手も、ノックアウト負けを喫した後、同じような怪我を負ったのだ。2人とも硬膜下血腫、つまり頭の中の出血と診断されて、命を救うための手術を受けたけれど、残念ながら数日後に帰らぬ人となってしまったのだ。この悲しい出来事に対して、世界ボクシング機構 WBO や世界ボクシング評議会 WBC といった大きなボクシング団体も、ご家族や日本のボクシング界に深い哀悼の意を表しているのだ。これを受けて、日本ボクシングコミッション JBC は、選手の安全を守るために大切な決定をしたのだ。それは、東洋太平洋ボクシング連盟 OKBF のタイトルマッチのラウンド数を、これまでの12ラウンドから10ラウンドに短縮するということなのだ。ボクシングの危険性を少しでも減らすための大切な一歩なのだ。実は今年に入ってからも、アイルランドのジョン・クーニー選手も試合後の脳損傷で亡くなっているのだ。ボクシングはとてもエキサイティングで素晴らしいスポーツだけど、選手の安全が何よりも一番大切なのにゃ。今回の悲しい事故を教訓にして、これ以上悲しいことが起きないように、みんなで考えていくべきなのだ。選手たちが安心してリングに上がれるように、ずんだもんも応援しているのだ。この動画が良かったら、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますなのだ。それでは、今日のニュース、一緒に見ていくのだ。さあ、今回は南半球に浮かぶ広大な大陸、オーストラリアについてご紹介するのだ。オーストラリアは、世界で6番目に大きな国土を持つ国なのだ。首都は意外にもシドニーやメルボルンではなく、内陸にある美しい計画都市キャンベラなのだよ。この地には、数万年前から先住民アボリジニが暮らしてきた歴史があるのだ。そして18世紀後半にイギリスの入植が始まり、現在はイギリス連邦の一員として、立憲君主制のもと、連邦制の議会制民主主義を採用しているのだ。人口はおよそ2600万人。広大な国土の割に人口は少なめで、様々な国からの移民を受け入れてきた多文化社会を形成しているのだ。人々はフレンドリーで、開放的な雰囲気があるのだよ。主要産業は、豊富な地下資源を活用した工業が盛んなのだ。鉄鉱石や石炭、天然ガスは世界の主要輸出品なのだよ。また、広大な土地を生かした農業や畜産業、世界中から観光客が訪れる魅力的な観光業も大きな柱なのだ。カンガルーやコアラといった独自の動物たちもその魅力の一部なのだね。文化的にはアウトドアスポーツが非常に人気で、バーベキューやビーチでのんびり過ごすのが大好きなのだ。自然との共生を大切にする心もオーストラリアの魅力なのだよ。最近では気候変動問題への取り組みに力を入れているのだ。大規模な森林火災やグレートバリアリーフのサンゴ白化現象などを受け、再生可能エネルギーへの移行や環境保護の意識がますます高まっているのだよ。どうだい？広大な自然と多様な文化が息づくオーストラリア、魅力的な国なのだ。
一つ目のニュースなのだ。同じ興行で日本人ボクサー2人脳損傷で死亡という記事なのだ。みんな聞いてほしいのだ。東京の後楽園ホールでボクシングの同じ興行に出場した28歳の日本人ボクサー2人が試合中に脳に大きな怪我をして残念ながら亡くなってしまったのだ。本当に悲しい出来事なのだ。亡くなったのは小谷進寿、小谷茂俊選手と浦川秀夫、浦川博正選手なのだ。小谷選手は東洋太平洋ジュニアライト級チャンピオンとの12ラウンド戦を終えて引き分けになった直後に倒れてしまったのだ。浦川選手もノックアウト負けを喫した後同じような怪我を負ったのだ。2人とも硬膜下血腫、つまり頭の中の出血と診断されて命を救うための手術を受けたけれど残念ながら数日後に帰らぬ人となってしまったのだ。この悲しい出来事に対して世界ボクシング機構 WBO や世界ボクシング評議会 WBC といった大きなボクシング団体もご家族や日本のボクシング界に深い哀悼の意を表しているのだ。これを受けて日本ボクシングコミッション JBC は選手の安全を守るために大切な決定をしたのだ。それは東洋太平洋ボクシング連盟 OPBF のタイトルマッチのラウンド数をこれまでの12ラウンドから10ラウンドに短縮するということなのだ。ボクシングの危険性を少しでも減らすための大切な一歩なのだ。実は今年に入ってからもアイルランドのジョン・クーニー選手も試合後の脳損傷で亡くなっているのだ。ボクシングはとてもエキサイティングで素晴らしいスポーツだけど選手の安全が何よりも一番大切なのだ。今回の悲しい事故を教訓にしてこれ以上悲しいことが起きないようにみんなで考えていくべきなのだ。選手たちが安心してリングに上がれるようにずんだもんも応援しているのだ。2つ目のニュースなのだ。オーストラリア室内管弦楽団 ANU の計画を文化破壊と非難という記事なのだ。オーストラリア国立大学通称 ANU が音楽学部を廃止しようとしているのだ。これにオーストラリア室内管弦楽団のリチャードとグネッティさんが猛反対しているのだ。これはもう文化を破壊する行為なのだ。で、強い言葉で非難しているのだ。ANU の計画は音楽学部を新しい創造文化実践学部に統合して専門的な演奏や作曲の授業をなくしちゃうことなのだ。これは大学が2億5,000万ドルも節約したいっていう大きなコスト削減策の一部らしいのだ。とグネッティさんは一度失われたらもう二度と元には戻せないとっても大切な国家的国際的な資産なんだって訴えているのだ。音楽の授業が止まれば音楽そのものが止まっちゃうのだって警告しているのだ。キャンベラ交響楽団もこの計画に大反対なのだ。彼らは大学に協力するって申し出たのにありがとうだけどお断りなのだって断られちゃってとってもがっかりしているのだ。音楽家が育たなくなったら街の文化も寂しくなっちゃうって心配しているのだ。でも ANU の学部長さんはこれはよく考えて決めたことなのだって言っているのだ。音楽パフォーマンスを学ぶ学生さんが2018年には49人いたのに今年は22人にまで減っちゃったらしいのだ。大学は音楽院とは違うから今の時代に合わせたスキルを学生さんに教えていきたいって説明しているのだ。大変な財政難の中でも他の芸術や人文科学の分野を守るために必要なことなんだって言っているのだ。ANU は今みんなからもらった意見を検討している最中なのだ。近いうちにどう実行していくかの計画を発表する予定らしいのだ。大切な音楽教育がどうなっちゃうのか見守っていくのだ。3つ目のニュースなのだ。RSPCA タスマニアのグレイハウンドレース終了に歓喜と希望で胸いっぱいという記事なのだ。
タスマニア州でグレイハウンドレースが2029年6月30日をもって廃止されることになったのだ。これは動物福祉団体 RSPCA が喜びと希望で圧倒されたと大歓迎している歴史的な決断なのだ。タスマニア州首相のジェレミー・ロックリフ氏はグレイハウンドの福祉への懸念からこの廃止を発表したのだ。このタイミングは現在の資金提供契約が2029年に終了する時期と重なっているのだ。しかし、この決定は最近の州選挙で過半数を獲得できなかった自由党政府が他の議員たちの支持を得るための一環でもあると見られているのだ。RSPCA の幹部は今回の廃止は長年求められてきたことだと述べているのだ。そして移行期間の4年間で毎年何百頭ものグレイハウンドが里親を探す必要があるため、そのための資金援助を呼びかけているのだ。タスマニアには全ての犬を再飼育できる能力があるけど、地域社会全体の協力が必要なのだ。独立報告書によると、グレイハウンドレースへの政府資金は年々増えているのに、収益は減っていると指摘されていたのだ。首相もグレイハウンド産業が衰退していて、社会の期待と合わなくなってきていることを認めているのだ。一方で、グレイハウンド産業の関係者たちはこの決定に大きな衝撃を受けているのだ。51年間この産業に関わってきたホバート・グレイハウンド・レーシング・クラブの会長は、打ちのめされたと語っているのだ。産業団体であるタスレーシングは、関係者たちと連携し、移行期間を通して彼らを支援していくと表明しているのだ。しかし、労働党のリーダーは、グレイハウンド産業が約650人の雇用を支えていると指摘し、今回の決定は政権を維持するための政治的な取引だと厳しく批判しているのだ。労働党は、この決定がずさんなプロセスで行われたと考えていて、自由党は動物福祉に関しても信用できないと主張しているのだ。この意向は議会委員会が監督し、レーシングの公正性を守る委員が助言と支援を行う予定なのだ。4つ目のニュースなのだ。インスタグラムに新たな位置情報共有機能、ただし手動での有効化が必要という記事なのだ。みんな聞いてほしいのだ。インスタグラムにインスタグラムマップっていう新しい機能が登場したのだ。これは自分の位置情報をフォロワーと共有できるものなのだ。アメリカではすでにリリースされてるんだけど、知らないうちに位置情報が共有されたっていう人もいて、安全性を心配する声も上がってるらしいのだ。オーストラリアではまだ始まってないけど、みんなもどうなってるのか気になってるはずなのだ。インスタを運営するメタさんは、この機能は自分からオンにしないと位置情報は共有されないのだって言ってるのだ。しかも共有する相手も自分で選べるってことなのだ。だけど一部のユーザーは勝手に共有されたって報告してるのだ。メタさんは特に問題はなかったって言ってるけど、最初はちょっとした騒ぎになったのだ。もしインスタグラムマップが使えるようになってるか確認したいなら、アプリの受信箱のところに地球のアイコンがないか見てみるのだ。その地球アイコンの右上に設定ボタン、歯車マークがあるはずなのだ。青い矢印が出てたら位置情報を共有してるのだ。赤い点だったら共有してないのだ。オレンジの三角だったらデバイスの設定で位置情報サービスを許可する必要があるのだ。位置情報の共有をオフにする方法なのだ。メタさんは最初からオフになってるのだって言ってるけど、もし共有されてないか心配なら自分のスマホの設定を確認してみるのだ。 iPhone の場合、設定、アプリ、歯車マークを開いてプライバシーとセキュリティから位置情報サービスを選ぶのだ。アプリの一覧からインスタグラムを選んで許可しないを選ぶと位置情報は共有されなくなるのだ。あとは正確な位置情報をオフにすると大まかな位置しか伝わらなくなるのだ。Android の場合、インスタグラムのアイコンを投げししてアプリ情報をタップするのだ。そこから権限を選んで
位置情報をタップするのだ。許可しないを選ぶといいのだ。こちらも正確な位置情報を使用。オフにするとざっくりした位置になるのだ。もしインスタグラムマップが使えていて、そこから直接オフにしたいなら、マップ画面の右上にある歯車アイコンから誰にも共有しないを選べばいいのだ。特定の場所では自動的に位置情報を共有しないようにする、隠す設定もあるのだ。設定からオプションを選んで場所を隠すをタップすると最大3箇所まで設定できるのだ。それに特定の人には位置情報を見せないようにする設定もできるのだ。設定からオプションを選んで非表示にするをタップすると見せたくない人のリストを作れるのだ。これでインスタグラムの位置情報について心配しなくても大丈夫なのだ。5つ目のニュースなのだ。ピクニックアットハンギングロック50年経った今も不穏さを保ち強敵という記事なのだ。ピクニックアットハンギングロックは50年前に公開されたピーター・イヤー監督の傑作映画なのだ。不気味な雰囲気と謎めいた物語で有名だけど、実はオーストラリアの植民地支配と広大な大地との関係に深く切り込んでいるのだ。物語の舞台ザ・ロックはヨーロッパの論理では決して理解も征服もできない不思議な場所として描かれているのだ。この映画はオーストラリアの暗い歴史を探るオーストラリアンゴシックというジャンルに属するのだ。1900年のバレンタインデーに私立女学校の生徒と教師がハンギングロックを訪れた時、3人の生徒と1人の教師が謎の失踪を遂げるのだ。この失踪の真相は決して明かされず、それが見る人に深い不安を与えるのだ。ジョーン・リンゼイの小説が原作で、実話に基づいているかどうかが話題になったけれど、フィクションなのだ。詩的な映像と物悲しい音楽が特徴で、1970年代のオーストラリアンニューウェーブを代表する作品の一つになったのだ。結末がはっきりしないからこそ多くの人を魅了し、カルト的な人気を得たのだ。ハンギングロックは先住民にとってガネロングと呼ばれるとても神聖な場所なのだ。白人の女子生徒が消えるミステリーの裏には、先住民が土地を追われたというもっと古くて深い歴史の傷が隠されているのだ。この土地は過去を忘れず、植民者たちが語ろうとした物語に抵抗していると示唆しているのだ。この映画は植民地支配がいかに脆いかを鮮やかに描いているのだ。規律正しい学校の秩序と手つかずの謎めいた自然が対照的になのだ。女子生徒たちの失踪はまるで大地が植民地的な理想を拒絶しているかのようになのだ。これによって植民地支配の力がどれほど弱いかが分かれるのだ。映画では土地が人を圧倒し、植民地的な考えでは決して制御も説明もできない存在として描かれているのだ。ピクニックアットハンギングロックはオーストラリアの社会や歴史に残る深い傷を問いかける作品なのだ。この解決されない感情は今のオーストラリアのアイデンティティにも影響を与えているのだ。行方不明になった女子生徒たちのようにオーストラリアの国民的アイデンティティは語られなかったことや意図的に消し去られた歴史の上に成り立っているのだ。今でもこの映画はとても力強いのだ。特に先住民の主権や和解に関する議論が続く中でその意義は増しているのだ。謎が解けないまま終わるから見る人は語られない真実の深いさと向き合わされるのだ。大地は単なる背景じゃなく生きていて記憶し抵抗する力として存在しているのだ。50年経った今でもその不気味な美しさだけでなく植民地的な考え方に挑戦し主権が永続するのだということを思い出させてくれるから見る人をハッとさせるのだ。どうだい？今回のニュースでオーストラリアのさまざまな側面が見えてきたのだね。豊かな文化と自然、動物福祉、そして社会の動きまで本当に奥深い国なのだ。インスタの新しい機能のように
デジタル技術も進化しているのだ。これからもずんだもんと一緒に世界の素敵なことや大切なことを探求していくのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。